今日なんですけれども、ここ数日手裏剣の巻物糸を巻き直しました。2種類用意してます。これを使って遊んでみようかなと思ってます。遊ぶというよりは、テストですね。ちゃんとうまく巻けたのか、ちゃんと飛んでくれるのか、そんなテストをして遊んでみたいと思います。こちらが今回作った手裏剣です。このベースになっているのはこれと同じなんですけれども、コンクリート針のちょっと大きいものですね。15センチの長さ15センチ、太さが6ミリぐらいの丸棒です。こちらを使いました。ここに、下巻きをして、そこから糸を巻いてあります。そして糸の上から塗料を塗ってあります。少し光沢が出てしまったんですけれども、今回ちょっと塗料の種類を変えました。この光沢は好みが出るところだと思います。私は嫌いではないので、今回はこの形でやってみようかなと思ってます。で、これがうまく飛ぶのかどうか、それが一番大事なところ。光沢が出ているこの塗料なんですけれども、いつもとちょっと種類を変えました。それで2度塗りをしたので、少しね、思ったよりも滑りは良さそうです。私は滑りのあるこういう手触りっていうのが嫌いではないので、これでどうなるかなと楽しみです。もう一つ、これはですね、ちょっとベースが違うんです。少し細い、ただ長さは同じく15センチのものを使ってあります。で、太さが5ミリ程度、5.2 ミリだったかなの丸棒です。で、こちらは軽さをカバーするために切っ先を三角形にしてあります。切っ先を三角形にすると非常に刺さりが良くなるので、私は好きです。見えるかな。ちょっと見えにくいかもしれませんが、このように三角形にしてあります。この形にすると脚立じゃないんですけれども、すごく刺さった時に安定します。で、塗料をちょっと従来の塗料、ちょっとこれはね茶色っぽく仕上げたんですけれども、従来の塗料と新しく、私が試してみた塗料、この2つで比較をするためにそれぞれ作ってみました。こちらで実験してみたいと思います。実験をするにあたって目標がないと見ていて分かりにくいと思いましたので、古流棒手裏剣大会の的、一度使ってみたものなんですけれども、こちらを再利用して貼ってみました。これで狙いは分かりやすいと思います。これを狙って実験してみたいと思います。まずはベースをコンクリート針で作ったもの、こちらからいきます。思った以上にやはり光沢があるんですけれども、ツルツルしてます。いつもと全然違う塗料を使ってみました。塗料一つでやはり手触りって全く変わってくるんですけれども、どうなるか楽しみです。それと下巻きで私はちょっとだけ重心の調整をしてます。それがうまくいったかどうか試してみたいと思います。あれ、思ったより滑ります。思った以上に滑りがいい。すっごい滑るよ。ちょっとレフェリーすっごい滑るよ。
塗料一つでここまで違うんだっていうぐらいに手触りが違います。黒いところに刺さっちゃってるんで見えにくいんですけれども、こちらなんですけれども、思った以上に手からの滑りが良くて、少しでも手を返すとちょっと怖いです。それぐらい手触りが別物になりました。これは、ベースにしたものと全く同じものです。この15センチ、長さ15センチ、太さ6ミリっていう手裏剣なんですけれども、私はこれを打つ場合、少し手首を使います。手の操作を使います。ほんの少しですけれども、何も巻いていないものを打ってみます。ちょっと体とか手首の動きで分かるかどうか、伝わるか分からないんですけれども、何も巻いていないものを打ちます。これを刺す場合、少し手首の操作を使うんです。それに対してこの巻物を巻いた方なんですけれども、手からの抜けが抜群にいいので、より手首を固定した状態で打つ必要があります。もしかしたらコントロールはすごくいいかもしれません。ちょっと意外でした。一応ね、これ10点に今刺さってるんですけれども、手の感覚のことなので伝わるかどうかがちょっとわからないんですけれども、思った以上にこう手からこの抜け出していくんですね。しかもこう擦っている感じが全くない。これで比較するともしかしたら分かりやすいかもしれない。この2つはベースが全く同じです。で、光沢がある方が新しい塗料で、茶色の方、この茶色なんですけれど、これ従来私が使ってた塗料です。この光沢があるっていうのがすなわちツルツルしてるんです。手触りが非常にツルツルしている。で、こちらの方は少し弾力があるというか、ちょっとペタペタしてるというと言い方が悪いんですけれど、ほんの少しだけその抵抗を感じるようにしてます。ちょっとこの2つを打ってみます。いい、とてもいい、分かりやすい。思いっきり外してしまったんですけれども、感覚としては私は同じように打ちました。で、こちらが新しい塗料、ちょっとツルツルしてるもの、それに対してもう一つはかなり下に外したんです。これすなわちこの2つの手のひらへの抵抗の差だと思います。以前も話した通り、手のひらというのは体と手裏剣との唯一の接点です。ですが、手のひらの状態というのは常に一定ではありません。汗もかくし、例えばこの空気中の湿度、そういったものによっても大きく違ってきます。ですので、あまり手のひらの状態に左右されないように打ちたいなと、実はちょっと意識をして練習をしているんですけれども、どうやら今の私の打剣ではまだまだ手のひらの状態に
大きく左右されてしまうということが分かりました。もう一度こちらの5本セット、コンクリート張りの方ですね、これを打ってみたいと思います。同じ質感で連続して打てればおそらくまた違ってくると思うんですけれども、ちなみに余談なんですけれども、この滑りが良すぎる場合、これを少し抑える方法っていうのもあります。単純にここをもう少し抵抗があるように作ればいいだけなんですけれども、それもいつか機会があればご紹介したいなと思っています。今日は自分で糸を巻いた手裏剣、これをテストしながら遊んでみました。やってみていろんな課題が見えてきます。今日もね、かなり大きい宿題が出たなと感じます。こうやってね、いろんなことを手裏剣が教えてくれるので、やっぱりね、こう道具であって先生であってそう思ってます。でも非常に面白い手裏剣です。いろんな方向から打ってみて、あんな打ち方をしてもちゃんと飛んでくれる。やっぱりそういう安定したものであって、かついろんなことを教えてくれる。どう飛びたいのかっていうのは手裏剣自身が教えてくれますので、そこになるべく合わせて自分自身の技術、そういったものを磨いていくとより面白くなると思います。いつもこんなことをやって遊んでますので、もし何か気になるようなことがありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでいただければ対応させていただきます。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。